清澄白河にありますカフェジンジャードス高山明と申します。カフェと言いますが、店内に 45rpm と呼んでいる7インチ版専門店があります。2000枚ですか置いて売ってます。それから下町文庫という古本屋もショップインショップで内包しております。2015年の2月にオープンしたジンジャードット東京というカフェがありまして、それが10周年を迎えまして、一区切りというところで一旦閉店したんですけれど、もう少しやりたいということでジンジャードス2番目のジンジャーということでやっております。ジンジャーっていうのはもともと飼っていた巨大な猫の名前でして、ジンジャーエールとかそういうものではなく猫の名前です。純粋に。小学校4年の時に東京に出てきてですね、小学校が面白くなかったんですよ。親の転勤でも出てきて国鉄アパートに住んでたわけですけれど、で家に帰ってラジオばっかり聞いていて、そこで洋楽の魅力にはまったというか、グラムロックがブームだった頃ですから、最初に買った LP は T-Rex でしたね。12歳。田橋区ですね。十条という駅がありましてですね、そこの駅前のレコード屋とかですね、たまに親に連れて行ってもらってた池袋あたりの5番街十字屋、街のレコード屋ですね。高校に入ってからバンドに入れてもらって、エアロスミスとかレッド・ゼッペリンとかローリング・ストーンズとかそういうものを聴くようになりましたかね。私その時はボーカルだったんですけれど他にやらせてもらえなかっただけです。高校が文京区の高校で、帰りにお茶の水のね、リスクユニに寄るのが日課になっていったという感じですかね。江東区役所に29年間勤めて、東日本の大震災の時に狭心症で倒れて、ちょっと働きすぎて早期退職してやりたいなと。で2014年にようやく退職できたので、専門学校に通ったりして店を作りました。カフェっていうことにこだわりがあったわけではなくて、どっちかというと音楽情報とかローカルカルチャーの情報を発信する箱が欲しかったんですよね。店であれば何でもよかったんですけれど、美味しいもの食べられながらいい音楽聴けたらいいなっていう程度ですね。私もいい年なんでね、棺桶に入りきらないぐらいあるんで、断捨離を兼ねてですかね。その7インチのコレクションっていうのはもう完全に高山さんご自身のコレクション？そうですね、個人のコレクションを販売してます。他にあんまりないかなと思って、で実際カフェの中ですから場所がそんなに取れないと思ったものですから、7インチ版の方がいっぱい置けるかなと。70年代っていうのはどうしても LP の、ブームになった時代ですから LP を集めてましたけれど、だんだん7インチっていうものの魅力が分かり始めて CD に切り替わる頃、その頃に安く売られてたんですよ。自分の好きな曲だけでも集めようかと思って集めたものが、押し入れの中に30年眠ってたっていう、そんな感じですね。やっぱりですね、音圧が高くてですね、LP よりは音がいいと思っているんですよ。45回転ですから情報量豊富です。それに加えて LP に入ってないレア音源結構7インチ版多いんですよ。そこが魅力ですかね。あとは取り回しのいいこと。DJ さんがどうしてもね、取り回しがいいので7インチ版で回してらっしゃる方が多い。オリジナル志向強い方はね、US 版 UK 版行かれるんですけれど、私の場合はその懐かしいっていうのがベースにありますから、スリーブがある日本国内版を中心に集めてるんです。ですから売ってるものも 97% ぐらいはスリーブ付きの国内版なんですよ。スリーブに書いてある文言を読んでいくだけで当時の世相みたいなものが見えてくるようなものもありますから、その当時じゃなきゃ使わないような言葉、ヒットパレードがどうのこうのとかですね、結構面白い文言が載ってますからね。探しに探してやっと手に入れたみたいな、そういうエピソードになりますか？ラジオ局に配られた表面がステレオ版で裏面がモノラル版のその同じ曲が表裏に入ってるサンプラーみたいなものを、本来売ってちゃいけないものなんですけれど、そういうものをコレクションしてたりとか、ミキシングエンジニアとかの方がですね、レファレンスに使うスティーリー・ダンのドナルド・フェーゲンの IGY っていう曲があるんですけれども、それはもう徹底的にかなりの種類集めてありますんで、音が違いますね。 LP じゃちょっと聞こえないようなギターのカッティングが聞こえたりとかしますんで。ステレオモノサンプラーはそれは US 版ですか？ US 版です。UK 版もあるんですけれど、ですから UK 版は穴が小さいんで低音がちょっと引き締まってるんですよ。
そういうのが面白かったりするんで、80年過ぎてるからその時点でモノラル版があるっていうのはね、もう AM 局用に配られたものしかないんで、うちのお客様は半分はレコードプレイヤー持ってらっしゃらないような方が多いですね。イーグルスのホテルカリフォルニアとかカーペンターズあたりを買っていかれるご高齢の方っていうのは多いんですけれど、かなり大音量で流してますんで、それを聞いてまた欲しくなってちょっとデスクトップに飾っときたいみたいな感じで、7インチ版っていうのはやっぱそういう意味では手軽ですからね。シティポップブームもあるからなんでしょうけれど、海外のお客様がこういきなり入ってきて YMO と大竹一はあるの全部くれみたいなことを言われたりとかですね、7インチ版だけならまだしも LP も全部くれみたいなねみたいな。オーディオテクニカさんの紹介なんですけれど、アタックマガジンというイギリスのウェブメディアがあって、そこで紹介されてからは増えましたね。ヨーロッパ系の方と台湾の方がすごく多いんですよ。村上春樹のマニアックな人間でもあったので、それを紹介されてるんですね、台湾で。それを目当てに来る村上春樹ファンの台湾の方みたいなのが多いですね。この店のすぐ近くにある深川江戸資料館というところに元は区役所があったんですけれど、1985年に私は入庁したんですけれど、その頃に資料館ができて、役所に入った最初の仕事があそこの備品の台帳登録だったんで、江戸時代の街並みを再現しているところの屋根に乗っかってる猫まで全部私登録しましたので清澄白河って駅ができたからそう呼んでますけれど、元の深川エリアですから、江戸時代から続く遊興の土地なわけで、芸者さんとかがいた土地ですから、面白いサブカルの歴史があるわけですよ。そういった部分を発信したくてやってるっていうのもありますから、昔ここにいらした辰巳芸者という方がいらしてですね、昔の本当の芸者さん、もう私が就職したばっかりの頃にですね、もう80前後のおばあちゃんお二人にですねお会いして、ちょっとお話をさせてもらったことがあるんですね。きっかけは一つはそれかな。辰巳芸者の方がお座敷で歌ってたようなものとかを神保町の古本屋で段ボールに入れて1万100円とかで売られてた SP 版を見つけて、それが取っかかりでもありますから、もうそれでいろいろ調べ始めて、年刻みでテーマを持って、例えば1975年なら75年の世相を語りながら、その年のヒット曲を30曲ぐらいかけるようなイベントをやります。その時に資料として年表とか、年間の HOT100 とかオリコンの100みたいなものも配ったり、その年表の中にかなりサブカルの要素の強い部分を集めて、それに関するフル写真を写して見せたりとか、そういうこともしますね。他にはないイベントですね。そうですね。ですからハマってらっしゃる方はもう毎回いらっしゃる感じですね。今から半世紀前なんですけれど、50年のうち後半が21世紀、前半が20世紀、25年ずつ、実に切りのいい年なんですよ。でしかも昭和100年。今50周年記念版っていうのがどんどんいろんなものが出てるんですけれど、例えばシュガーウェーブのソングスも出ました。でそこのシングルの、ダウンタウンも出ました。そういったものをこまごま解説しながらですね、その年のオリコンの101位が桜と一郎の昭和カレス好きだったりするわけで、シティポップフォークブームの中から出てきてるんだと思うんですけれど、そういったものの先進性みたいなものを語ったりもします。資料がともかく喜ばれますね。皆さんなんかちゃんとストックしてるっておっしゃってますけれど、サブカルの切り口で資料化してあるものっていうのがあんまりないですから、結構貴重なのかなとは思います。私が一方的にしゃべくりまくってますね紹介していただければ。はい、承知しました。ここらで売ってます。ここがまず100円ボックスです。よそではないような状態のいいものを100円で販売しております。ビートルズが面白いのは、日本独自のシングルリリースがこうやっていっぱい出てまして、海外のお客さんにはこれが非常に受けがいいんですよね。でインデックスがこういった形でデータベースのようなものになっております。あります。はい、ジャズの7インチは結構探してらっしゃる方多いですね。面白いですよ。国内版を中心でジャズは国内版っていうのは結構限られますけどね。でもちょうどいいものがなんか出てこないかな。マイルス・デイビスとか結構国内版ありますよね。
7インチでジャズってあんまり言わないですからね。そんなに LP が買えた時代じゃないんでしょうから、個人だと7インチで聴いてたのかなっていうのもあって。僕だけ買うっていうのはなんか不思議な感覚ですよね、ジャズ。でもどうしても好きな曲だったらやっぱり欲しかったっていうのは分からなくはないんですけどね。自分がそうなので。ブリティッシュです。まあ人気があるのはバンヘイレンとかはよく売れますけどね。7インチで鳴らすとやっぱり気持ちいいですからね、音圧高めで。LP の方なんかはい、もう7インチしかないのかっていうお客様も結構いらっしゃいますから、余剰在庫が結構同じものが何枚もあるようなものは、売っていたりします。6箱ほど置いてますが、うち2箱は両国にあるチルアウトコーヒー&レコーズの、委託販売です。私はソウル系があんまり強くないので、チルアウトのナタ君というのが、非常に強いので、置いてもらっています。売れますよ。ここがロックとサントラ何かが置いてある棚で、 LP は BGM 用ですね。ランチはちょっと忙しくてひっくり返してられないので流しっぱなしにしてますけれど、夜は頑張ってアナログで鳴らしてます。リクエストしていただければ大体かけられます。どんなジャンルのものが多いでしょうか。自分で聞くのは本当はジャズが多いんですけれど、極力ロックで鳴らしてます。ジャズ喫茶じゃないんだよっていうことが自分はちょっと言いたくて、ジャズ喫茶は世の中にいっぱいあるんだけど、なかなかこうやってロックをまともな音量で流してる店っていうのは少ないので、壁面貸しもしてまして、写真展とかイラスト展みたいなこともできるようになってます。普段はジャケットフレームに入れた LP のジャケットがかかってますね。ここは先ほどご紹介したそのサブカル近現代史的な情報発信の部分でもあるんですが、要は東京の失われた景色とか消えた景色、こういったどれだけ昭和の時代から今が変わってきたのかっていうもの、その過程とかも見れるようにですね、細かい資料が置いてあります。こちらが本のコーナーなんですけれど、本は全て販売しております。店内で読んでいただくための本も少しは混じってますけれど、ここらが私の、持ち込んでいるもので、ここが下町文庫と言われている一棚古本市の常設版みたいな形で、一箱一箱が全部違うオーナーさんが売ってらっしゃいます。やっぱり自分一人でやってたら限界があるので、こうやって違う人の趣味が入ってくることで、バリエーション豊富になるかと。今一つ箱が入っています。本当に本好きの方が、本好きが読むであろう本を置いてくれてるっていう棚が多いですね。加藤茂明君の本がいっぱいあるのは、ここでテレビ番組収録したことがあるんで、そうなんですか。そのご縁で未だに加藤君のファンがご利用いただけてるので、東京でライブがあると必ずね寄ってくれるようなお客様いらっしゃいますね。ランチも大人気ということですけれども。そうですね、結構満席になっちゃうことが多いです。夜はでも比較的空いているので、夜お酒飲みながら食事しながらビール1本とかいうお客様が多いですね。一押しメニューはどちらですか？一押しメニューですか。一応ポークジンジャーかな。パスタもすごく人気ですけどね。あとはうちの奥さんが焼いてくれてるケーキも人気なんですよ。はい。酒はやっぱロック好きが集まるのでジャック・ダニエルズじゃなきゃダメっていうねところがあって、ハイボールジャック・ダニエルズ高いんだけど今自分が65歳になっちゃったので、動ける間はやりたいなとは思うんですけれど、就活も兼ねてる活動ですから物を減らしたいんですよ。本当にレコードも本もお好きな方のところに旅立つのがこっちの本もですから、お安くお譲りしてますんで、どんどん減らしてください。